こんにちは、岩根です。今回は僕が原画を描き始めた頃のお話をしたいと思います。新人アニメーター時代を語った動画も公開しておりますので、そちらも見てもらえると嬉しいです。原画を描き始めたのは動画を描き始めてから約2年後ということになってるんですけども、実は、家庭の事情で上京した4ヶ月後には一旦アニメーターを辞めて帰郷してました。一応この辞めるっていう時に社長の方にすいません、ちょっと、アニメーター辞めて大阪に帰りたいと思うんですけどっていう報告をしたわけなんですけども、その時ね、やっぱり内心なんだかんだ言って、僕としては自分自身頑張ってたつもりなんで、いやいやそう言わずに君もうちょっと頑張ってくれよなんて慰留の一つもされるんじゃないかなとちょっと内心期待して、社長にその報告したら、あ、そうなの？じゃあ頑張ってねっつって、励まされて終わりでしたね。今にして思えばあれですね、その時釣り竿を持ってたんで、もう社長の頭の中では次の日曜日に釣りに行くことで頭がいっぱいで、たかだか4ヶ月ほどいた新人アニメーターがいようがいなくなろうがどっちでもいいっていう風に感じてたのかもしれないです。今のように地方でデジタルアニメーターができる時代ではなかったので、8ヶ月ぐらい半下という社食を張るっていう仕事をしてました。でもその間もアニメを作ってなかったかって言われると決してそういうわけではなく、卒業制作のリメイク作業をしていました。家で描くだけじゃなく会社まで持ち込んで、昼休みお昼ご飯の後作業したりしてました。まだね、YouTube とかTwitter もない時代です。公開する見込みは全くなかったわけなんですけども、学生時代に時間の関係で省いたところとか、あるいは完成したフィルムを見て自分自身が物足りないと感じたところを保管したくなったっていうのが大きな理由です。で、現在 YouTube で公開しているのはこの保管バージョンから音楽を抜いたものです。その後実家の方が落ち着いたと感じたので、再びコクピットでアニメーターとしてやっていくことにしました。この時心機一転、新しい環境、新しいスタジオに飛び込んでもよかったのかもしれないんですけども、結局コクピットの居心地が良かったっていうことで、再び社長に電話してコクピットにもう一度行きたいんですけどっていうことで入ることにしました。コクピットの場合、原画マンになるための試験っていうのはないです。動画枚数をこなして、ある程度こいつは描けるっていう風に認められたら、そろそろ原画描いてみるっていう風に声がかかる感じです。僕はとにかく希望としては原画が描きたいっていうのがアニメーションを志す大きな理由だったので、まずは認められるためにひたすら動画枚数を上げることに専念して、で結果翌年の春原画を描かせてもらえることになりました。なので実質アニメーターとしてのキャリア的に言うと約1年4ヶ月で原画を少しずつやり始めたっていうことです。といっても一気に動画マンから原画マンになるっていうことではなくって、動画をたくさんやりつつも少しずつ原画の仕事の割合が増えていくっていう感じでした。具体的に、初めて原画を手掛けた作品っていうのが戦えラーメンマンっていう作品でした。で、確かね、ゾンビと戦うような話だったんですけども、絵コンテから逸脱するのが怖いわけです。新人原画マンとしては何をどう描いていいかわからない。原画は見たことあるし、レイアウトとかタイムシートはもちろん見たことがあるんですけど、そこに至るまで絵コンテからその原画がどういう風に出来上がっていくかっていうことがわからなかったので、とにかく絵コンテから逸脱してはいけないって考えて、絵コンテで要求されている演技だけを追っていくっていう感じでした。すると例えば秒数が3秒っていう風に指定されてても、実際にその絵コンテで書かれてる演技をやると1秒半ぐらいで終わってしまうわけなんです。で、どうしたもんか1秒半に縮めるというのも一つの手だったのかもしれないんですけど、とにかく3秒にしなきゃいけないっていうことで、仲間数をむやみに増やして、でだから原画としては非常に間延びした演技の原画を描いてた感じですね。それが終わった後、演出家から言われたのが、いやもう君の原画はチェックしてても全然面白くない。
もっとこう演技を膨らませろ。絵コンテっていうのは最低限これをやらなきゃいけないっていうことが書いてあるわけだから、それを原画マンの方で膨らませて描いていくっていうのが大事なんだっていうふうに言われました。だから実際僕が描いた間延びした演技っていうのも編集の段階でバチバチ切られて相当秒数としては短くなってたみたいです。オンエアの時には。そういうふうに言われた僕としては、その場では、はい、わかりました、すいません、なんていうふうな塩らしいことを言ってたんですけど、内心では、じゃあわかった、もう今度から好き勝手やらせてもらうわっていうふうに思って、その次の話数では、今度は大幅に絵コンテの内容をいじって、レイアウト変更したりして出したら、ものの見事にもっとコンテ通りやれっていうことで、リテイクの山だったわけなので、そこら辺が未だに難しいとこですよね。絵コンテからは逸脱させず、でもそこに自分なりのなんていうかな、味付けっていうかそういうのを加えていくっていう原画を作る作業っていうのは面白くもあり、未だに難しいところでもあります。で、その後もビックリマンやアンパンマン、この頃なんとかマンっていうのが非常に流行ってたんだなっていうのが改めてわかるわけなんですけど、そこら辺の作品とか、あるいは合作、合作っていうのは、具体的に言うとアメリカのテレビシリーズの下請け原画ですね。なんかをやりながら、こう原画としてのキャリアを積んでいったっていうか、原画がどういうもんかっていうことを勉強していった感じです。で、しばらくして、後に名探偵コナンとか、ハム太郎のキャラデザインを手掛けられる須藤さんが、アキラの原画作業を終えてコクピットに戻ってきました。で、僕それまで実はその須藤さんとは全く面識はなかったんです。なんと言ってもコクピット3部屋ぐらいありましたんで、部屋が違うとなかなかね、新人動画マンにとっては他のスタッフのことがわからないっていう状況だったわけです。で、どうやらアンパンマンの演出家と友達だったらしくって、お前が言わねか。なんかお前面白い原画描くらしいな。今度桃太郎伝説の作家やるからメカシーンの原画描いてくれよっていう風に、言われました。それまで面識がなかっただけに非常に驚いたと同時に世の中狭いなとも思ったわけなんですけども、単純に人から認められるっていう喜びもあるし、アクションが描けるっていうこともあったので、2つ返事で了承しました。で、桃太郎伝説はその後の続編も含めてそれなりに長期の仕事だったわけですけども、本編だけじゃなくっていわゆる変化シーンのバンクであったりオープニングの原画なんか、十分に枚数を使ったものを任せてもらえることになったので、そういう意味で大変印象に残る仕事です。原画を描き始めたばかりの頃っていうのは常にコクピットでグロス受けした作品の原画を描いてました。で、ここでいうグロス受けっていうのは一つの下請け会社で作画監督を含めた1話分の原画とか動画を全て引き受けるっていう仕事のやり方です。なので作画監督も同じ作品に関わってる先輩原画マンも全てコクピットにいるっていうことなんで、疑問があれば直接指導してもらえるというメリットがあります。これは新人育成のためのコクピットの方針でもありますし、大体グロスで仕事を受けてる下請け会社っていうのは同じようなシステムなんじゃないかなと思います。でもそれだけだと常に数人の同じ人たちと仕事をすることになるので、やっぱり狭い世界しか見られないなっていうふうにも感じました。その頃コクピットっていうのは社内スタッフ、社内スタッフとは言っても僕を含めてある意味全員社員ではなく個人事業主なんですが、そういう社内スタッフの数も多くて、社長の方も誰が担当するかを決めずにとにかく小口の原画を取ってくるっていうことがあったので、割と原画の仕事が切れたら社長に話を持っていくと、じゃあこれやってっていう風な感じで仕事が確保されてた感じだったと思います。ある程度自分自身実績を積んだ後っていうのは積極的に社内のグロス以外の原画仕事をもらってこなすっていうことをしてました。そうすることでアニメーターとして自分に何ができるかっていうことを探していたのかもしれないです。で、その頃コクピットの近所にあったランダムっていう同じ下請け会社、多分今はなくなってると思うんですけど、
このランダムっていう会社がサンライズの重心ライガーっていう作品の下請けをグロスで受けてたわけなんですけども、それの、原画多少余ったやつを僕がやることになりました。そうするとアクションの捉え方とか枚数の使い方っていうのがそれまで主にやってた東映作品とは随分違ってました。でそれが魅力的だったので、内心やっぱりサンライズ作品に関わりたいっていう希望を持つようになりました。コグビットの社長に僕ちょっとサンライズの作品やりたいんですっていうふうに直談判したら、あ、わかったっていうことで、社長の知り合いのプロデューサーに連絡を取ってくれました。でその結果、なんか今だったらパトレイバーかエクスカイザーなら入れるけどどうするっていうふうに聞かれたので、いやパトレイバーは知ってるけどエクスカイザーっていうのは聞いたことがないから、もう何が何かわからんから、じゃあこのエクスカイザーやりたいですって言うと、じゃあ社長がじゃあいついつ打ち合わせに行ってこいっていうふうに言われて、これがきっかけでここから数年間、勇者シリーズに関わることになります。作画打ち合わせっていうのはサンライズの第7スタジオに行ってたんですけども、その打ち合わせのための部屋の片隅の段ボール箱に無造作にエクスカイザーのオープニングとか合体バンクの原画っていうのが詰め込まれてました。で毎回打ち合わせには予定時刻より結構早めに行って、早めに行くとその部屋に通されるわけですね。で通されたその部屋で、その原画を見るっていう、どういうふうにみんなが原画描いてるのかな。具体的に言うとエクスカイザーの時だったんで合体バンクとかオープニングはほとんど大張さんの原画だったと思うんですけども、どういうふうな原画を描いてるのかなっていうことをチェックしてました。でオープニングにしてもバンクにしてももう毎週のように見るもんなんで、映像とかタイミングはだいたい頭に入ってたからタイムシートはなくって原画の束だけだったんですけども、それでもこういう原画を描いたらああいう映像になるのかっていうことが一つ勉強になったかと思います。でこの後、原画、動画、作画監督、絵コンテ、演出を一人でやったガタピシとかドロロンパっていう作品との出会いがあるわけなんですけど、それはまた次の機会にお話しさせていただきたいと思います。このチャンネルではお絵描きやアニメーション作りに役立つ情報を発信していきたいと思っておりますので、少しでも面白いと思った方はチャンネル登録並びにグッドボタンをよろしくお願いいたします。もしくはこの後の僕がどういう風な、アニメーター人生を歩んだかっていうことに対して興味がある方もぜひ登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。